初心者さんでも地面を削るだけでおしゃれな家が完成する地下ハウスの作り方を丁寧にご紹介。マイクラで難しい屋根作りや高所の建築一切不要。削ってからブロックを設置していくだけで簡単におしゃれなお家が作れます。サバイバルにとても役に立つおしゃれかつ便利な内装をご紹介。私が長年やってきたサバイバルの知識をもとにこれあったらいいなというやり方を余すとこなくご紹介。ただ実用的な内装だけではなくおしゃれで楽しい内装もご紹介してますんで、おしゃれで便利なお家を探している方におすすめです。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を決めたら動画の説明欄には必要素材全て記載あります。ちょっと整地して縦15マス削っていく。横は合計11マスなので123という計算方法。下が11マス上が15マス。これを大きな四角になるようにドカーンと削っていく。このような大きな四角ができたらこの真下にね地下ハウスができるイメージです。まずは表面のブロック全部削っちゃってください。この建築何がいいかっていうと、普通建築っつったらね積み上げていくわけなんですが、地下を削ってできるのでだから気楽っていう屋根とかって難しかったりするじゃないですか。これ斜めでどうやってやるのとかね、そういうのが一切ないのにおしゃれっていう建築。ドカーンと削りました。ここまで来たら深さ合計5マス削っていきます。なのでもうすでに1マス削ったんで12345でございます。なので追加で4マス削っていくというイメージ。これをちょっと大変ですがドカーンと削る。ドカンと削り終えました。ここまでできたら原木ご準備いただいて、まず角に縦積みしてください。この地上まで置くことができたらここで気合。この四角の縁を全部原木で埋めていきます。資材多くないっていうことですが、これがねおしゃれになる秘訣なんですよ。私今ね3マス置きしてるんですけど、3マス2マスで縦積みしていこうと思ってます。ぐるりと一周ドカーンと原木で一周しました。ここまでできたら中入りまして、斧を持って全部剥いていきます。これはね音も気持ちいいんでこれ結構好き。全て剥くことができました。ただね四方剥けてないと思いますんで、この辺り削ってあげて上からのね見た目も良くしてあげる。ジャギン。そしたらここからまた中入りまして一段削っていきます。これ何をするかというと、これからね床を張り替えていくんですが、削り終わったら床3パターンご紹介します。もちろん簡単に集まる多くの板材このように敷いていただいてもいいですし、割とおすすめなのがこの白樺の板材を床に貼ること。白樺の板材って白いので内装が明るくなるんですね。なので結構おすすめですが、今回はリッチに作ろうということで原木まず置いて交互に置いていきます。何をされてる方なのということですけれども、これがねむっちゃおしゃれなんよ。このように縦になったら次は横。見ていただくと分かる通り木目の位置を毎回横縦で変えてるんですね。この置き方がむちゃくちゃおしゃれ。今全然おしゃれじゃないんですけどと思った方ご安心ください。私の大好きな斧で剥く、こういうことですね。この床がなんと壁と統一感が出るし、なおかつ完成した時に網網になっている状態でむっちゃおしゃれなんですよ。今正直置くのめんどくさかったじゃないですか。実は簡単な方法あります。1個ずつ置いていくというよりも、横の原木には縦縦縦縦縦1マスおきに置いていけば自動的に網網にすることができます。もう剥くのとかは一番最後にしてこのように一気に置くこともできます。どんどん置いていく。ドカンと置けましたらこれをね全部一気に剥いていくことで、よいしょよいしょよいしょ、ビギーン。この質感おしゃれじゃない？ペーパーコードのような。うわーこれはいい。原木節約したい方は先ほどと同様に白樺などがおすすめ。ここまでできたらこの長方形の長い面を見まして階段を作っていきます。石系ブロックで何でもいいんですが、私は好きな凝灰岩レンガを使います。凝灰岩レンガのハーフブロックを天井のこのマスですね 0.5 段下げるイメージ。この 0.5 段下げの階段を作っていきます。かなりリッチ、大きなお家でしかできない建築ですね。このような浮いている階段になったら下もつないで、下もねこの床のブロックも凝灰岩レンガにするとより統一感が出ます。そしてこの柱すらも凝灰岩レンガにすると、うわーおしゃれ、だいぶ贅沢。そうしたらね上に登っていただいて、ここから
辺のど真ん中のブロックを通常の原木にしていきます。一度全部剥いてしまったんですが、まず短い辺で言うと11マスの辺なので、右から1、2、3、4、5、6マス目。ここを一度直下掘りして破壊してから、通常の原木に張り替えます。よいしょ。このように中心に原木の柱を1マス出っ張らせておきます。そしたら、反対側、真正面のブロック、右から6マス目、1、2、3、4、5、6。ここ破壊していただいて、原木の柱にしていく。よいしょ。そうしたら、両サイド長い側面にもやっていきたいんですが、横は最初15マスで削りました。なので、左から8マス目。このブロックを破壊して、またしても柱にしていく。よいしょ。こんな感じ。これを逆サイドにもやっていきます。上から見るとこんな感じ。この四つ角にも、よいしょ。原木を置いていってあげて、かなり形ができてきました。この角度から見て、真ん中の原木と原木、これをこの位置ですね、最初の削った地面の高さで繋いでいきます。よいしょ。今こんな感じ。ここまでできたら、この位置の柱と今繋いだ柱を繋いでいきます。この位置関係になっていることをご確認ください。そして階段の横、この位置の柱伸ばしてあげて接続。上から見るとこんな感じ。もうすでにかっこいい。右下の一番大きな四角をなんと草ブロックで埋めていきます。っていう。いいんですか、こんなことしちゃっていいの？これがね、おしゃれなんですよ。一度蓋して真ん中の4マスを削って、なんと水バケツを4つ設置してしまいます。水浸しになんかなりますが、後で調整します。ここまでできたら、この草ブロックはクワを使って耕してあげて、じゃげん、小麦の種を生やしていきます。この小麦はもちろん回収してもいいんですが、おしゃれ用の畑というイメージですね。建築中に育ってくるので放置しておきましょう。残りの上2マスにはガラスを設置していきます。このガラスを置くことで日光も入るお家になってむっちゃおしゃれなんよ。ドカン置いていきまして、ここまで来たら葉っぱブロックなんでもいいので、この原木と原木の間をつないでいきます。一周ぐるりと囲っていくイメージ。そしてね、階段のところは残しておいてください。さっきも言った通り、放置してれば勝手に育っていくんですが、皆さんに見た目どうなるのかイメージ湧いていただくために、一回コップンでね、もうちょっと早送りしちゃいます。皆さんももしコップン余ってる方はね、振りかけてみてください。上から見るとこんな感じ。そして中の柱の上にはフェンスを置いていきます。今回は見た目明るくするために白樺のフェンスを使用します。このように上から見える原木上にはフェンスを設置。今こんな感じ。その上でランタン置くだけおしゃれになると、私のね言葉でね、ランタンティンパンというその謎の言葉があるんですが、ランタン置けば置くほどおしゃれになる説ということで、私は周りの原木の上全てに置きました。湧き潰し的にはこんな不要なんですけど、私は置くのが好き。そしてこのど真ん中は原木にして、またランタン、いい感じでは中水浸しになっているはずですが、これは大変だ。まず今回天井を高く作っていますんで、この水浸しの天井の上には板材系のハーフブロックを置いてあげてください。よいしょ。そうするとね、水がきっちり止まってくれます。で、土もね見えてるとちょっとダサいので、こう隠してあげて、このハーフブロックがむき出しなのもちょっとボコッとしちゃうので、このように原木を柱の横につけてあげて隠してあげます。で、角はこのように原木追加すると、なんとね両サイド対応しますんで違和感ない感じ。私はねここ剥くの好きなんだよね。今こんな感じ。ちょっと暗すぎるので湧き潰し兼ねてランタンを置いていく。そして今回のコンセプトがサバイバルで役立つ家を作りたいということなので、エンチャントテーブルも置いていきます。まずはこの階段の下にエンチャントテーブルを置いて、周りに本棚を合計15個置いていきます。このようにぐるっと囲っていく。今9個置いたので10、11、12、13、14、15と置いていくと収まりがよくおしゃれになります。上にはランタンティンパンかまして、エンチャントしていくときに砥石を近くに置いておくとむっちゃくちゃ便利なんで置いておきます。そして奥にはチェストを置きたい。なぜならばエンチャントするにはねラピスラズリが必要なので、このチェストの中にラピスラズリを保管しておきます。そして倉庫も置きたい。天井高く作ってますんで、チェストもたくさん置くことができます。3段まで可能。上もしっかり開きます。で、私のおすすめはこのね
チェストを、しゃがみながらこう、よいしょ、つけていきまして、このように側面から開ける形というのもおすすめです。例えばこのように額縁を貼っていけば、一気に12種類仕分け可能。額縁は皮を大量に使いますが、説明欄には統合版のステーキと皮無限の動画も紹介してます。仕分けのコツとしては、むちゃくちゃ細かい方だと、例えば板材の種類違いを貼っていきたいっていう方もいらっしゃると思いますが、この仕分け方するとマイクラのアイテム数とんでもないのでちょっと追いつかないんですよ。なのでおすすめとしては、ざっくり木を使ったアイテムを入れていくボックス、そしてざっくり石系、砂とか砂利、なんかこうサラサラ系を入れるボックス、そしてお宝系を入れるボックスとレッドストーン系を入れるボックス、あとは苗木とか骨粉とか骨とか自然系のアイテムを入れるボックス。ざっくり言うとこの辺りですね。お花とかサトウキビとかツタとか、やっぱあるとおしゃれになるけどかさばるアイテムを入れていくボックスというイメージでも、あとはネザー素材だったりエンド素材みたいな仕分け方をするとざっくりジャンルで分けるっていうのがおすすめです。もちろん倉庫こっち側に追加していただいてもいいですし、樽を埋め込むのもおすすめ。これ結構おしゃれじゃない？こうすることによってちょっとチェストを倍増できる感じもしますし、おしゃれ。そしておすすめなのはカーペットとか敷いたりするとちょっと生活感が出ておすすめなんですよね。いい感じ。ではこっちのフロア、僕の趣味趣向なんですが、なんかベッドは普通になんか野ざらしで置いちゃっていい派なんですけど、もちろんねここにキングサイズのベッド作ってベッドフレーム作ってっていうのも OK ですが、ちょっとその他にも内装を楽しみたいので、このように焚き火を置いて消火してから、このね頭皮の棚を側面につけていきます。いやこれむっちゃおしゃれじゃない？よいしょよいしょよいしょ。そしてこの焚き火なんですが、なんと生の牛肉とかをセットできるんですよ。これむっちゃ可愛くない？よいしょよいしょよいしょ。でもちろん鮭とかも置くことできます。これマジで可愛い。でね、横にはなんか冷蔵庫だなんつって、上に鉄のトラップドア、そしてこのサイドからね鉄のドアをつければ冷蔵庫の完成。なんかいいね。いやもうアレンジでちょっと思いついちゃったけど、こう焚き火増設してさ、結構料理が好きな人のお家にしてもいいかもね。生だら、生の羊肉。いやこれむちゃくちゃいいな。僕が好きなのは防具立て。なんかダイヤ装備とかをなんか適当に飾るとそれだけでかっこよくなるのよ。上には額縁つけてダイヤの剣をちょっとこんな感じで配置するとむっちゃおしゃれ。ちょっと建築楽しみすぎちゃってるんで、より実用性上げると、この柱の下にベッドを置いて横に作業台、そして製図台や家事台、ヤシ台などの作業系ブロックを置いてから、もう上に金床、石切り台、醸造台、この辺りの作業ブロックを置くのがおすすめで、またしても醸造台とかはネザーボートや水入り瓶など使いますんで、このように樽で使うアイテムいつでも収納できるようにしておいたり、金床もねエンチャント本とかを保管したり、こんな樽を置くことでロッカーみたいなのを作るのがおすすめ。例えば上トラップドアを置いて、よいしょ、下にはもちろんランタン。これいい感じ。そうすると拠点に帰ってきた時もすぐに作業ができるし、寝ることもできる。直置きランタンは天井に吊るしたり、よいしょ、壊して、いい感じ。あとはこの壁を9マス破壊してかまどで敷き詰め、こうすることによってこの生肉との一体感も出ます。そしてトラップドア傘つないであげれば統一感。もちろん A 貼ったり、よいしょ、情報量増やしていくとおしゃれ。真ん中のスペース気になるので、困った時の埋め込み作業台とかも結構いい。絨毯っぽくなるし、いつでも触れる。ちょっとここと被っちゃうけどね、カーペットとかでも OK。 そうすると完成。地下ハウス。うわこれはいい。ぜひ作ってみてください。作れた方ぜひグッドボタンとコメントお待ちします。励みになります。究極チャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録頑張ってます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも建築作りたい方、こちらもご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。